皆さんこんにちは、激地です。今回はサイバーパンク2077の没入感あふれる世界をモッドを使ってさらに強化していきます。サイバーパンク2077の世界観とゲームプレイはバニラでもすでに完成された神ゲーという印象がありますが、長く遊べば遊ぶほどどうしても不満に感じる部分や物足りなさも感じてしまうことがあると思います。そこでこのサイパー向けに膨大にリリースされているモッドの中から特に有用で使い勝手のいいものを厳選しましたので、これらのモッドを使ってより楽しく快適に遊べるようにしていきます。今回はまず最初にナイトシティ全体のグラフィックを強化してビジュアルを向上させます。それに合わせてパフォーマンスを改善するモッドも紹介します。次にゲームプレイの強化ではナイトシティに存在するギャングたちの AI を改善したり、ボスを含む全ての敵をオーバーホールして強化することでより困難で没入感あふれる戦闘が楽しめます。今までにない敵の戦術的な行動やアニメーション、ムーブセットの追加、予期せぬロケーションでの強敵との遭遇などでナイトシティがさらに危険で刺激的な街へと生まれ変わります。ただし強化されるのは敵だけではありません。主人公の B も新しいサイバーウェアや強力にカスタマイズされた武器で新たな強敵たちに立ち向かいます。そして最後にクオリティオブライフモッド、ゲームプレイの快適さと楽しみを向上させて生活をより豊かなものにしましょう。ビークルの操作性の向上、インベントリーの改善など数えきれないほど多くの QOL モッドがサイバーパンクには存在しますので、その中から厳選したものをご紹介します。とこんな感じでより没入型のゲームプレイに特化させるモッドを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。では最初にビジュアルとグラフィックスを強化するモッドを紹介します。サイバーパンクにはリシェードやラット、ENB など全体的な見た目を改善するモッドが豊富に用意されていますが、今回はもっと根本的な部分のグラフィックを強化するものを見ていきます。まずはジェネラルシャドウフィックス。レイトレーシングの処理によって表示される影が一部のロケーションでは欠けて表示される問題を修正します。レイトレ環境で遊んでいるとたまに目について気になっていた部分ではあります。レイトレーシングを使わない場合でも小さなオブジェクトにしっかり影をつけてくれるようにもなるそうです。もう一つ影を修正するモッド、プリムフィックス。布などに表示されている明らかに不自然な影を修正します。これは主にパストレーシング環境で起こるバグのようですが、オブジェクトのメッシュを改善することで修正しているようです。続いて LOD の改善、 Not So Good Draw Distance モッド。 LOD、 円形の低解像度で生成されるオブジェクトをより詳細に表示します。 LOD の解像度が上がるわけではなく、より多くのオブジェクト LOD を表示するみたいです。正直パッと見では違いに気づきにくいと思いますが、こういうのは全体的な雰囲気で感じるものだと思います。長くこのモッドを使っていると間違えて外してしまった時になんか景色の雰囲気違うなと違和感を感じるようになります。さらにインプローブドディスタントシャドウも試してみてください。円形のオブジェクトにしっかり影を落とすようになります。次はちょっと細かくて限定的な部分ですが、最新のモッドにとても面白いものがありました。ニードモアスモーク FX。 車でホイールスピンを起こした時に生じるスモークの量を増やすモッドです。車好きの方ならこのロマンをご理解いただけると思います。意味もなくバーンアウトすることが多くなります。もちろん走行中のドリフトで発生する煙の量も増えます。あともう一つ、クリアウィンドウ。建築部に貼られているガラスの透明度を上げるモッドです。特にガラスの多いビルなどは見た目がかなり変わりますので、一度試してみてください。このモッドも導入し忘れるとナイトシティを歩いていて明らかに違和感を感じるようになるモッドです。そして最後にパフォーマンス改善モッドであるウルトラプラスベストパフォーマンス&ビジュアルフォーエブリワン。
このモッドはレイトレーシングとパストレーシングの最適化とグラフィック設定を自動的に調整することでパフォーマンス向上を目的に作られたモッドです。このモッドで劇的にパフォーマンスが改善したという人もいれば、逆にパフォーマンスが下がったという人もいます。お使いの PC の環境によって改善結果が左右されるモッドのようです。僕は PT20 のファストに設定してパストレ環境で使ってみて軽く 10fps ほど上がったのを実感しました。ただ選択する項目によって明らかにレイトレとパストレの最適化というかビジュアルが劣化することもあります。CET でゲーム中に簡単に設定を変更できるので効果が実感された方には本当に有用なモッドだと思います。で、設定を変更した後は必ずゲーム内のグラフィック設定を開いて適用をクリックしてください。その後ゲームをリロードする必要もあります。これをやらないとメニューを閉じた時 CTD することがあります。導入は以前のようにいろんなファイルをゲームフォルダに配置する必要もなくてモッドマネージャーでぶち込むだけで OK ですので簡単です。ここからはゲームプレイを変更するモッド。今回は特に戦闘関連のモッドを中心に見ていきます。まずは Enemies of Night City。このモッドではボスを含む全ての敵が強化されます。その辺にいるギャングでさえ強力な武器やサイバーウェアで武装しているのでかなり手強いです。また戦闘 AI も強化されているようでプレイヤーの状況によって距離を取ったり効果的なクイックハックを仕掛けてきます。ボスに関してはほとんどのボスに新しいムーブセットが追加されています。見たこともない目新しい動きで攻めてくることがあるのでボス戦がかなり新鮮に感じると思います。次に導入するのはサイバーサイコエンカウンターズ。ナイトシティを歩いているとランダムにサイバーサイコとエンカウントするモッドです。こちらは僕が導入した時点ではベータ版でしたがちゃんと動いていて感動しました。あてもなくナイトシティをブラブラするのもいいですが、たまにはちょっとした刺激やハプニングも欲しいですよね。こういったモッドは没入感をぐっと高めてくれると思います。さらにこのモッドの面白いところはサイバーサイコとの戦闘中にマックスタックまで登場してしまうところ。離れて眺めていると最終的にはお祭り騒ぎになってしまいます。そして全体的な戦闘バランスをオーバーホールするモッドとしてリアリスティックコンバットオーバーホールもおすすめです。このモッドでは生身のライフポイントを低く設定してプレイヤー NPC ともに数発の銃弾で簡単に倒れてしまうよう調整されています。リアル系の FPS ゲームのように一発の銃弾が致命傷になってしまいますので緊張感がすごいです。作者の方はベリーハードを推奨されていますがアーマーをアップグレードしまくった状態でも簡単にやられてしまいます。ヘッドショットならほぼ一発という本当にハードコアなゲームバランスに変わってしまうので腕に自信のある方はぜひお試しください。ちなみに Enemies of Night City ともしっかり併用できますので合わせて使うことで今までのサイバーパンクの戦闘とは比べ物にならないほど新鮮に感じると思います。戦闘関連のモッド最後は AI をオーバーホールするモッドも見ておきます。おすすめは最近リリースされたコンバットレボリューションをぜひ試してみてください。こちらのモッドは戦闘時の NPC の動きを戦術的なものに変更するだけでなく各ギャングが装備する武器やサイバーウェアにも変更が加えられています。一つのグループが近距離遠距離クイックハックとしっかり距離感を考慮して役割分担されていてかなりいやらしくプレイヤーを追い込んできます。近距離でサブマシンガンでゴリゴリ削られつつ遠距離からスマート武器の弾丸が飛んできて強力なクイックハックで固められたり燃やされたりと極悪な攻め方に変わるので正面から挑んでもまず歯が立ちません。また武器ごとに攻撃のエフェクトも追加されていてスタンやノックダウン出血などの特殊な効果も発動します。このモッドは Enemies of Night City とできるだけ互換性を持たせるように作られているようですので一応併用はできるようですがゲームの難易度ごとの NPC の体力増加にも調整が入っていますのでリアリスティックコンバットオーバーホールと合わせて使うのは難しそうです。ではここまで戦闘関連のモッドを見てきて
一方的に B がやられてしまう理不尽な環境に変わってしまいましたので、プレイヤーもしっかり強化して厳しい難易度で戦えるようにカスタマイズしていきます。まずはエキストラアイコニックで強力な武器を手に入れましょう。このモッドでは17種類の強力で新しいアイコニック武器が追加されます。スリップダメージを追加で与えたり、爆発したり、異常に電車速度が速かったり、ホーミングの精度が高かったりと、バリエーション豊かな特殊効果を持たせた武器を扱うことができます。個人的にお気に入りなのはハイドゥーム。スマートリンクできるリボルバーで早撃ちできる優れものです。信玄を魔改造した辻ブラもおすすめです。完璧なホーミング性能に加えて、エイム中は連射速度が上がる仕様で、なおかつ壁も貫通します。もう一つはスペシャルデリバリー。銃撃で敵に爆弾を埋め込むことができます。リロードするか爆弾が埋め込まれた敵をぶん投げることで誘爆させることができます。次はサイバーウェアの仕様をアップグレードします。サイバーウェア EX を使えばストービスドットを拡張できる上に、クイックハックとサンディビスタンを合わせて装備することもできます。クイックハックとサンディビスタンを合わせて装備した場合は、クイックハック中に E キーを押すことでオーバークロックが発動します。サンディビスタンとバーサクを装備している場合は、近接ガード中に E キーでバーサクが発動します。サンディビスタン中であっても発動できます。続いてエキストラバーサク。バーサク発動中も遠距離武器が使えるサイバーウェアです。エキストラバーサクでは2種類のサイバーウェアが追加されます。プライマルヒューリーはバーサク発動中、非ダメージ減少と移動、リロード速度、クリティカルチャンスの増加と反動軽減のバフが入ります。コールスレイジはダメージ無効と近接攻撃速度とクリティカルチャンスの増加、反動軽減のバフがかかります。遠距離で戦うならプライマルヒューリー、近接ならコールスレイジと使い分けると良さそうです。最後はかなり強力です。カスタムブラックウォールクイックハック。ホットキーでブラックウォールが使えるようになるモッドです。これは見た目も威力も素晴らしいですが、 CET でしっかりラムコストとクールタイムを設定しておかないと無限に使えてしまうのでヌル激化してしまいます。マックスタックですが一撃で倒してしまうので、ここぞという時に温存しておいて発動する設定にしておかないと逆につまらなくなります。それではここでゲームに快適さと新しい楽しみを追加するクオリティオブライフモッドを見ていきます。まずは UI 関連、デバイスとバックパック。わかりやすくソートされた新しいバックパック画面を追加します。アイテムのプレビューも確認できるので助かりますね。続いて、モアインベントリーフィルター。こちらは通常のバックパック画面で機能します。アイテムのフィルターを追加します。装備画面にはこちらのモッドを使ってください。モアウェポンコラムス。武器の表示を3列もしくは4列にまで増やします。武器が増えるとこっちの方が探しやすいですね。合わせてモアウェポンフィルターも使ってみてください。武器のフィルターを増やします。あとはノーデフォルトエクイップドウェポンインインベントリー。実質に入った時にインベントリ画面のキャラクタープレビューで武器を装備しなくなります。衣装を変更してキャラクターのスタイリングを頻繁に確認することが多いので、このモッドは助かります。次はビークル関連のモッド。今回はビークルの運転、操作性を改善するものを見ていきます。サイバーパンクでの車の運転を改善するモッドといえばサイバービークルオーバーホールが定番ですが、これに合わせてサイバードライブも導入してみてください。サイバーパンク独特のピーキーな挙動が緩和されてかなり運転しやすくなると思います。そしてさらにグリップドアップも導入すれば車がスライドしてもしっかりグリップするようになります。ドリフトしたい方はサイバードリフトを単体で使ってみてください。かなり難しいですがある程度スライドをコントロールできるようになります。操作に慣れたらグリップドアップやダイナミックダウンフォース、
リミテッド、スリップ、ディファレンシャルなど追加して調整していってください。ではビークル関連、最後にもう一つ、武装したビークル、ジャベリンなどの武器が使いづらいと思われた方はビークルスマートトラッキングマシンガンを使ってみてください。マシンガンにスマートリンクの機能がつきますので、車の向きを変えて狙う必要がなくなります。ただし全ての武装車両でこの機能が使えるわけではないのでご注意ください。次は足音を大きくするモッド、ラウダービーズフットステップス。音量はゲイン7とゲイン15を選べます。動画ではゲイン15を使っています。裸足とスニーカー、ヒールと靴を履き替えた時の音の違いもはっきり分かるようになっていいですね。では銃声もリアルなサウンドに変更しましょう。ウェポンサウンドリメイクでは多くの銃声が現実的で聞き応えのあるサウンドに変更されます。サイバーパンクの武器のサウンドに少し物足りなさを感じた方はぜひ使ってみてください。この元を正しく動作させるためには必ずトリガーモードコントロールを導入してください。トリガーモードコントロールは主に射撃モード、セミオートからフルオート、プライマリー、セカンダリーなどを切り替えるためのモッドですが、トリガーモードコントロールに入っているサウンド修正がないとフルオートのサウンドが再生されませんのでご注意ください。では今回最後は NPC のボディを変更するモッドです。カービィジェネリック NPC ボディエンハンサー。このモッドは一般市民のボディタイプを変更します。ハイストの NPC エンハンスメントとの互換パッチもありますので合わせて使うことができます。また他にもカービィリッチ NPC とカービィサポーティング NPCs も導入することでより多くの NPC に変更を加えることもできます。ということで今回はサイバーパンク2077の没入感をアップさせるモッドを中心にご紹介しました。モッドを導入していくことでパフォーマンスの低下は避けられませんが、モッドをしっかり厳選して選別してうまいことモッドリストを作っていくことである程度折り合いをつけて楽しく遊べるようになりますので、頑張っていい環境を構築してみてください。パフォーマンスの改善であったりモッドに関する質問などわからないことがあればコメントしてみてください。僕よりもサイパンのモッドに関して詳しい方がたくさんおられると思うのでアドバイスをいただけると嬉しいですね。もちろん僕もわかる範囲でお答えしていくつもりです。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。